そうですね、なんか最初は母親まで反対していて、そもそも治療っていうかカウンセリングにかかった時点ですごい、なんでそんなことを外部の人に話すのかって言ってすごいなんかすごい嫌なことを言われて、徐々もうすごい何年もかけて母親とは何回も電話でとか直接会ったりとかして治療を受けるっていうことは少しずつ納得してもらって、その後自助グループの活動で人前で体験を話すっていうこともすごい、あなたがそんなことしたら他の家族に迷惑がかかるとか言われて、それは誰から言われた？母親から迷惑がかかるとかって直接的ではないけど、まあいろんな影響が出るっていうこと、のような感じのことを言われて反対されて、実際私のパートナーも反対してたんですけど、それは自助グループの中で話すことさえもっていうことですか？はい、自助グループの中というか自助グループの中の活動として世間にこういう実態を知ってもらうっていう、支援職の方とか、あとマスコミとかにこう語るっていうのをしてきた時、あと自分たちで動画を発信したりする、そういうことに対しては皆さんが協力的ではなかった最初でも、なんか世の中も変わってきてた頃だったし、性暴力とかに対して、それからあとまあ私がどんどん変わっていったから、いい方向に変わっていったっていうのは状態が良くなったってことですか？どういう状態はすごい波打っていたのが、少しずつちゃんとした生活が送れるようになった。自分の仕事にもちゃんと向き合える責任が持てるようになっていったっていうか、まあ要は自傷行為を繰り返したりとか、アルコールでもうすごい飛んでいったりとか、薬とかで、そういうこともだんだん少なくなっていったし、だから途中で私もなんか気づいたんですよね。そうやって社会に発信していくには自分が自分を律しないといけない感じ。律する。なんか社会に信じてもらうとか、社会に自分たちの、主張を受け入れてもらうためには、ある程度自分を律して変な人だと思われないみたいなですね。狂ってるみたいに思われてたら言うことも信じてもらえないと。本当は狂いたいんですよ。だけど本当はそうだよね。狂ってるから注目して狂うほどのことだから注目してる。でもそれはみんな今までやってきたんだけど、それを変えられないっていうのは、これは社会に受け入れてもらうためにはちゃんと社会のまず聞いてもらうのには聞く耳を持ってもらうっていうところもあるね。それはだから社会に対してもそうだし、そのお母さんに対してもそうだったってことなんですかね。悔しいんだけど、一歩引いて、一歩引いて旗と見たときに、これじゃ誰も信じてくれないよなみたいな、対等に話してくれないよなみたいな。それはだから、お母さんとしてはに対して攻撃的に肯定させるみたいなことをやろうとしてたのが、どうやってもらえないかなぐらいの感じの風に変わったってことですかね。父親を見ていて思ったのが、これ野良犬だなと。野良犬ですか。なんか捨てられて、敷いてあげられてきてっていうか、なんかみんなから多分攻撃されるっていうことで身構えてしまっていて、怯えていて何も自分のことさえも認められないんだなと思ったから、一回私が受け入れるっていうか前向きに
彼のことを責めないで話し合ってみようって思った時があって。もらえるものね、捕まえようとすると逃げるけど、逃げちゃうけど餌あげようとして可愛がってあげようとするとね、こう寄ってきたりするからね。なんか一回こう責めないで、私のために協力してくださいっていう形で対話を求めたら、そしたらやっと重い腰を上げたっていう、だからそういう作戦とかも必要なんだなって思って。その1あとその2は、そうですね、自分も勉強しなきゃいけないっていうこと、法律とかに関しては全く知らなかったから、法律時効撤廃してほしいよねとか、あと性犯罪に対して法律変えてもらいたいよねって思ってるだけじゃ何も変わらなくて、やっぱり今現在何が自分たちにとってこう矛盾っていうか、なんて言うんでしたっけね、そういうの、こう理不尽な問題なのかっていうのを知らないといけないし、それに対して一体今法律はどうなってるんだっていうことも勉強しなくちゃいけないし、じゃないと反対っていうかこっちの意見が言えないんですよね。それは法律で言えばいけないことだっていうことを言うのにはその根拠が必要ってことですかね。多分そこまで深く考えてなかったですよね。分かんない、これどうしてなんで私たちってこういうふうに苦しまなきゃいけないのから始まって、苦しむその見始めたのってその時って法律とかって勉強してからなんですか？いや全然だから誘われて勉強会に出るようになって、でこんな法律ってひどいんだ、被害者に対してっていうのを後から知った。こんな状態でも罪に問われないことがあるんだとか、そういうことですか？大体なんで時効があるのみたいな、こっち今でも苦しんでるのにみたいな、そんな感覚しか最初なくて、でそれから法律っていうのはねみたいな、性犯罪はねとか、明治何年に作られてねとか、そうなんだみたいな、後からすることばっかり。そういう法律がそうだってことは、それまでのその世間の人たちのその、性暴力とか性虐待に対するその認識がその程度だったっていうことだってことですよね。法律もそうだし、あと支援体制に対しても、で話が通じない、全然、私たちを助けてくださいって言っても、そんな話はうちでは聞いてられませんとか、支援団体なのに性犯罪とかその性虐待とかっていう問題になると途端に支援員の方がこうたじろいでしまって、じゃあ専門の支援員じゃなくて一般の福祉の支援をやってる人っていうこと、はい、そんなもう本当にいたたまれなくて、私はこういう被害に遭っていて支援していただきたいって言っても、うちではちょっと扱えないので、そういう専門の機関に行ってくださいとか、だから生活保護に関してもなるそうなんですよ。で、そんな言っても通じないのに、こっちも言いたくないじゃないですか、いちいち。で、やっとの思いで、これだったら何とかしてくれるかなってなんか話したら途端にシャッターガラガラってされるっていうそういう思いをしてきた人もいっぱいいて、支援してほしいのに思ったことを言えない、あえて言わずに
なんだろなんか別の原因で生活保護を受けたいんですけどって言ってるけど、辻褄が合わなくなってくるから、最後にはその性虐待のこととか話さないと、なんかこう話がこううまく伝わらないみたいな思いとかね、こんなに苦しいんですって言っても、まあ見た感じ普通じゃ普通だから。それあれなんですか、そういう問題は、それは直接その治療してくれとかっていう話だったらあれだけど、そういうことで病んでますっていうことです。お帰ってくださいになっちゃうんですか。だからあまりにも話が重すぎて、支援員の方がちょっとパニックっちゃうらしいんですよ。私も直接そういう支援の相談はしたことないんですけど、確かになんか一度そういう状態を知っていて、そういう話を聞いたならなんとかこう対応できるじゃないですか、人間って。でも全く想像していなかったことをいきなり言われるとたじろぐじゃないですか。確かにみたいな。対応しようがわからないってことです。斉藤先生だってその若い頃、家族からの性虐待を受けてたって女の人が診察かなんかって言った時にもう対応できなかったのか、それがすっぽり抜けていたっていうお話を前聞いたことがあって、でその人と随分後に会った時に、私あの時こういう話したんですよねって言ったら、記憶が全然残ってないっていう話を聞いて、こうやってちゃんと精神科医としてお勉強されてきた方もそういうリアクションがするなってしまうなら、一般の人たちも確かにそうだよなって、私の友達もみんなガラガラってなっちゃう、みんなっていうか、なる人もいたし、まあ、50過ぎてやっと受けスッて入ってくるのかなっていう。その人もでも斉藤先生って結構名前も結構忘れるけど、そのイメージに残ったものってすごく覚えてる方じゃないですか。なんかの本書いてありますよ、そのやつのストーリーは。それだから記憶もしてないっていうことは、そのイメージにも残らなかったっていうのは、こう認識できなかったってことなんですかね。っていうか、自分のキャパには収まりきれなかったらしいようなことが書いてあったと思うんですけどね。まだアルコール依存を取り扱ってすぐの頃だったのかな。ちょっとそこら辺詳しいことを今の段階ではちゃんとは言えないんですけど。逆にキャパオーバーしてびっくりしたようなことだったらなんか覚えてるよ逆にしなくてもないんだけど、なんかすごいショッキングなことに出会うと、人ってそれを忘れてしまうじゃないですか。忘れたがるみたいな。忘れてしまうから、なんか封印されたなるほど記憶みたいな。なるほど。俺は医者だみたいな。対応できないものはないんだとか思ってるとしたら、それは本人じゃないと分かんないんですけど、なぜメモリーに残んなかったのか分かんないけど。で、だから、その支援する人たちも私たち当事者がちゃんと伝えてこなかったから対応できないんだなっていう、その私が参加している自助グループの活動の